皆さんこんばんは、サイラです。今回はバイオミュータントで最初にするキャラメイクのおすすめを紹介していこうと思います。このチャンネルは攻略裏技検証、そしてちょっぴりグレーな内容を紹介しています。気になる方はチャンネル登録お願いします。最初に行うキャラメイク、結構迷いますよね。今回はクラスという職業もあるので、間違って作ったら取り返しつかないのではなんてことでなかなか終わらない方もいると思うので、今回どのように作ればいいのかを紹介していきます。まずは種族。こんな感じでキャラクターの見た目が変わります。で、右の方にステータスが出てるんですが、数値とは別でゲージがあって、これもやっぱり若干変わるようになっています。で、ステータスはもう見ての通り誤差の範囲、攻撃力とかもそんなに変わらないですし、実際のダメージ与えた時の数値っていうのもそんなに変わらないです。なので、結論から言うともう完全に見た目で決めてしまって問題ないです。種族のところに説明で、例えばこれ素早さと俊敏さをとか、こういうような感じでキャラクターの特徴が書いてあると思うんですが、これもあんまり気にしなくてよくって、右のステータス、ゲージが長いか短いかっていう意味の説明がちょっと書いてあるって感じですね。ステータスについては右の方に今28、28って並んでると思うんですが、こちらの方が大事です。これを上げることでどんどんステータスが変わっていくっていう感じですね。レベルが上がってもステータスは伸びていく、このゲージは伸びていくんですが、数値を上げれば特化したキャラクターを作れるっていう感じですね。で、次に選ぶのがこの28って数値をこのような感じで選べるものになっています。で、この数値というのはステータスにももちろん影響して、例えば、知力をこう落としたりすると特殊能力、気、エネルギー回復、こういうのが減ってると思うんですね。で、今俊敏さを上げてるんで移動スピードが上がっている。こういう感じでステータスが変わってくるっていう感じです。で、武器とか防具でこのステータスが例えば腕力が20以上ないと装備できませんよとか、俊敏さが20以上ないと装備できませんよみたいな装備がもうすでに出てきてたりするので、必要になったら増やしていくっていう感じでいいのかなと思います。で、この見えているステータス全部で6個、この中のおすすめ、一番のおすすめは運なんですね。このお宝引き寄せ率っていうのがレアアイテムの入手確率になっていて、これ序盤から上げれば上げるほどいいアイテム手に入るっていうところなので、できるだけこれ上げていった方がいいんですけど、ここのステータスでは変えられないっていうのがあるので、ではどうするかって考えたときは、特化キャラを作るのが一番いいかなと思います。で、近接は腕力で、銃のダメージはステータスに影響がないので関係なくって、特殊能力、魔法みたいな特殊能力があるんですけど、これは知性なので、近距離でやりたければ腕力、特殊能力を使いたければ知力で、銃を使いたければ、知力にするか腕力にするか、この辺りで特化にするのがいいと思います。で、俊敏さをマックス上げても移動スピードがほんのちょっと上がるだけ。これ実際歩くスピードが若干速くなりますけど、その程度っていうところありますし、体力を上げてもっていうのは狂わなければっていうか、上手くなればそうそう死ななくなるのでそんなに重要じゃない。で、カリスマについてはちょっとまだ未知数なんですけれども、これも必要に応じて増やしていけばいいのかなって考えると、腕力、知力に曲振り100まで上げられるんですけど、100まで振っていくっていうのがいいのかなと思います。で、これ手で直接打てないのでこう左スティックを動かしてやるんですけど、100ぴったりするの結構難しいです。こんな感じで100にするの結構難しいんですけど、腕力か知力を100にしてもらうのが一番いいかなと思います。遺伝子の回復力を選んでくれ。次に耐性値。これはやっぱりレベル上がった時に変えられる部分なので、正直初期ではあまり気にしなくていいです。で、この腕の模様が変わるんですね。なのでこの色をどうするかっていう、そういう形で考えてもらえればいいと思います。特にこれにしなきゃいけないっていうのはないと思います。
で、続いて毛皮のスタイル。これはもう見た目ですね。これはもう皆さんの好みで選んでもらえばいいと思います。メインの色を選んでくれ。あと色も他の色をメインとサブがあるんですが、これも好みで決めてもらえばいいと思います。クラスを選んでくれ。最後に一番重要なクラスですね。これが一番重要だと思います。で、簡単に説明すると、初期装備が変わる、初期スキルが変わるという感じですね。マーセナリー。これだと両手に刀を持っていて二刀流。デッドアイ。これだと銃。コマンド。これはショットガンですね。サイフリーク。で、特殊攻撃。サボタージュ。で、これも二刀流。センチネル。これは両手武器ですね。こういうような感じで初期装備が変わる。防具ももちろん変わってます。で、あとは左下に書いてあるスキルですね。このスキルが、初期値が変わってきます。これだと二刀流っていうスキルと、あとは近接ダメージ 10% アップっていうスキルがつくと。デッドアイ。デッドアイはパーフェクトリロードっていう銃を撃ち続けられるような、そんなスキルがつきます。コマンド。こういうような感じでいろいろスキルがついてきます。で、先ほど初期装備が変わる、初期スキルが変わるって説明した通り、装備についてもスキルについても基本的に後で変更できます。ただし1点だけ、このサイフリークのスパークボールっていうスキル、これだけは他のクラスでは覚えることはできません。で、代わりにシズルボールっていうスキルを覚えることができます。スパークボールは雷、シズルボールは炎、そういう感じで属性違いで内容は一緒だと思います。ということで、サイフリーク以外のものについては基本的に後で変えられるっていう風に思っていただければいいです。ただし、武器とかスキルを覚えさすっていうのは意外と時間かかるんですね。武器については全パーツの素材がないと作れないっていうのがありますし、再能力っていうんですけど、その魔法みたいな特殊技、ここでいうスパークボールみたいなのもストーリーをだいぶ進めないと次のを覚えられないっていうのがあるので、しばらく初期装備、初期スキルで進むっていうことを考えると、最初に何を使いたいのかっていうのを決めてキャラを選んだ方がいいかなと思います。近接メインの場合はマーセナリーとコマンド、サイフリー、サボタージュ。サボタ、これサボタージュって言ってますけど、サボターって書いてありますね。これとセンチネル。センチネル。この3人になるかと思います。マーセナリーとサボター。これについてはサボタージュ。サイコマンデマーセナリー。2つのキャラ、どちらも二刀流っていうのを覚えています。で、もう一つのスキル、こっちがダメージ 10% アップ。サボタージュ。で、こちらはドッジって回転ですね。回避行動するときのエネルギーが 20% 減少。これを考えたときにダメージが増えるフューリーを使えるマーセナリーの方がいいのかなと思います。で、センチネルに関しては両手武器持ってるんですが、これ振りが結構遅いんですよね。好み分かれると思うんですが、振りが遅くてダメージでかい武器がいいのか、二刀流ですばしっこくいっぱいダメージを与えるのがいいのか、これによって変わってくると思います。今度10メインですけれども、デッドアイとコマンドになります。デッドアイ。で、このデッドアイのパーフェクトリロード、これ非常に使いやすいですね。普通に銃を撃って弾切れをすると4秒ぐらい弾が撃てなくなる。リロードする時間が発生するんですが、パーフェクトリロードを持っていると、弾が、ある程度数が少なくなった時に R1 ボタンを押すことでリロードできるんですが、これが1秒ぐらいで終わってさらにダメージも増加されるっていうところで、敵に近づく必要なくずっと弾を撃てる、そんな感じなので非常におすすめです。で、コマンドに関しては、ダメージ増えるっていうスキルはいいんですけれども、ショットガンタイプっていうので結局近づかないといけないんですね。で、近づくくらいなら近接攻撃の方がいいんじゃないかっていうことを考えると、10メインならデッドアイがいいのかなと思います。サイフリーク。で、続いて特殊メイン。もうこれはサイフリーク一択ですね。他は初期で特殊スキル使えるキャラクターいないので、もうこれになると思います。で、私はこのキャラ使ってます。特殊のゲージっていうのは意外と早く回復するので、連発できるっていうのもあって、しかもダメージも序盤にしてはかなり強いっていうのがあるので、
おすすめです。銃でももちろんダメージ結構稼げるんですけど、再能力っていうんですけど、その特殊技を使うと1回ダメージ200ぐらい与えて、それを連発できるっていう感じなので、近づく必要もなく敵が沈んでいく、そんな感じになります。もちろん装備がどんどん作れるようになるあたりから、どのクラスでも差っていうのはほぼなくなってきます。なので序盤を快適にするっていう点だけで考えればいいと思います。サイフリークのこの雷属性スパークボール、これだけはオリジナルなので、これはどうしても欲しいっていう人はもうサイフリークにするしかないと思います。まとめますと、近接メインならマーセナリー、デッドアイ、銃メインならデッドアイ、特殊メインならサイフリーク、このような感じになります。ここから個人的なおすすめになるんですけれども、遠距離からチクチクしたいのでサイフリークをおすすめします。デッドアイのパーフェクトリロード非常に使い勝手いいんですけれども、レベル4か5ぐらいまでいけばパーフェクトリロード覚えられるので、これを覚えた上でスパークボールと銃を連射できるサイフリークっていうのをおすすめします。逆にもう近接戦全然いけちゃうよなんて人はそちらじゃなくってマーセナリーの方がいいのかなと思います。今回は以上になります。この動画が参考になった場合はグッドボタン、感想などコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。